はい、今日は衣服を作っていこうと思います。これは手を作る時にも説明しましたけども、クリースを使ってシワを描いていきたいと思います。服のシワは、その衣類の硬さであったり、そのフィッティングによっても表現は変わってくるんですけども、それに再現しようとしている服に近いものを参考に、シワを入れていきます。シワを入れるポイントとしてはこのクリースの使い方なんですけども、ラインを立ち上げたところの両サイドはへこませる。ラインをへこませたところの両サイドは、逆に盛り上げるっていうのを、念頭に置いて作ると、比較的リアルな質感というか布の感じが出しやすいんじゃないかなと思います。特にこのへこませる面積を広めに取ってあげると、肌に衣服がちょっと密着しているような、例えばレザーパンツであったりとか、そういったものの表現がこれで作りやすいので、肌が触れてる部分と、ちょっとシワになって浮いてる部分っていうメリハリをつけてあげると、よりリアルに仕上がるかなと。あと服がよれた部分はどうしても、外に向かって、その厚みが出るので、移動ツールを使ってそこをさらに立体的にしてあげると、なおいいかなと思います。次に衣服を作っているとよく登場するのがこの結んだ紐の部分なんですけども、これをチューブで一筆書きのように描いて作るということができます。できたらポイントをこう立体的に動かして、そのように配置すると。これも断面をデザインすることで、それが平紐なのか丸い紐なのかのコントロールができるので、そのようにデザインします。これも簡単にそれらしく仕上げるポイントとしては、ツイストを支点と終点に設定して、片方をくるくると回転させる。そうするとちょっとこのよれたような表現ができるので、よりリッチに仕上がるかなと。あとは部分で、半径を設定してちょっと広がっているようなところとか抑揚をつけてあげると、より、簡単にリアルに仕上げることができます。これはその応用になるんですけども、もっと激しくテクスチャー感のある、綱のような紐っていうのをこれで作ることができます。まず断面を一旦このように丸みを帯びた十字型にデザインしてあげます。で太さを整えて先ほどと同様にツイストを、支点終点に設定するんですけども、これを、ものすごく、4000度5000度回転以上、回してあげるとこのようにねじれがどんどん強くなって、割と派手な見た目の綱のような形状の紐を作ることができます。
次に、マフラーであったりマントであったり、面積の広い布の、形状を作ってみたいと思います。これもそのマントの、断面を想像しながら、このようにデザインしてあげます。こちらも支点と終点に半径とツイストを設定します。少しツイストをかけながら、結び目がある方は細く、なびいてる方は広めに設定します。これで抑揚のある少しけれん味のある、マントのとか、マフラーのような形状がモデリングできました。次にこの帽子に入っているラインのような、平行のかつ同じピッチのデザインが入っているような、ものの場合の作り方を説明します。例えばあの帽子の3本ラインを再現するのに、クリスでこのように、手書きで引く感じにしてしまうと、どうしても平行がよれてしまったり、一周くるっときれいに書けなかったりで、なおかつピッチもなかなか合わせづらかったり、メリハリもなかったりするので、こういったデザインの付け方っていうのは、せずに、これもまたチューブの断面を使って、デザインする方法で行います。ポイントは触れると黒くなってそこでピークのつくカーブになります。白い玉は、ベジエと言いますか、この柔らかいラインが、になりますので、それをうまく活用しながらメリハリのあるラインを作ります。チューブは、デフォルトの状態ではこのトポロジーというのが割と粗い状態でついててポリゴンの目が目立ちますので、スライダーを上げてメッシュを細かくしてあげます。これでだいたい同じピッチの平行の綺麗なラインが引けたと思うんですけども、その後このようにポイントを変えてあげると、そのピッチを保ったまま、そのカーブに追従するような、造形ができるので、こういったものを作るときはこういうやり方をしておくと、大変便利です。これは刺繍ですとか大きな模様を服に入れるときに大変便利なんですけども、スタンプを使って、テクスチャーを盛り上げようと思います。これはこの軍服に入っている、大将の模様なんですけども、実際は、このように3つ、このサークルが重なった状態に対してさらに上に、飾りがついているというデザインなんですけども、今回この、曲げた腕にそれを施したいなと思ったので、
それをパーツで分けてスタンプ上で回転させながら合成するというやり方をやってみました。スタンプは基本的にこのような白黒マスクを使って行うので、自分の場合は Photoshop とかで、それを作ってカメラロールに読み込んでおきます。実際はこの曲げた部分がこのデザインのサークルがもっと潰れてシワの中に隠れるのが正解だと思うので、この後またアルファを描き直したりとか、このそれぞれが重なっている部分をまた新たに追加したりとかして、調整していきます。立体出力する時のサイズ感にもよるんですけども、こういったバンプ、スタンプで付けたバンプは意外と、そのまま、形状として反映してくれるので、あらかじめこのように施しておくと、大変表現力が、上がっていいんじゃないかなと思います。主に、クリースやチューブ、スタンプ、移動といったツールで、やってきましたけども、それの応用でだいたいこういったものが仕上げられるんじゃないかなと思います。